こんにちは。お元気ですか？今日は12月10日の水曜日ですね。今月12月が3分の1もう過ぎちゃいましたね。もうそろそろお正月のことを考える時期になってきて、ほんと早いですね。毎回ね、お元気ですかってなんとなく最初に言ってますけれども、ここ数日ね、ちょっと私お元気じゃないんですよ。もうなんかこう気持ちがもやもやしてぐるぐるして、ちょっと大したことじゃないんですけど、ちょっと嫌なこととかもあったりとかして、なんかねこうちょっと負のスパイラルでぐるぐるしたっていう感じです。全体的にねちょっと今いろいろ仕事関係というかね、収入関係がうまくいってなかったりとか、あと自分がやることとかやりたいこととかそういうのがこなんかわけわかんなくなって、なんかこうすっきりしないし、なんかこううまく考えられないし、なんかしっかり向き合って考えたい気持ちもあるんだけど、なんかちょっとこう嫌な気分をねちょっとこう一瞬横に置いておきたくて、ついね YouTube のショート動画とかを見てしまうみたいなのをね、結構ねダラダラとそういう軽い一瞬の現実逃避、一瞬気分転換したくてショート動画とかをやたら見たりとかしてたっていうのをねちょっとねここ数日繰り返しておりました。なんかもうこう気分転換に小説とかはねちょっと読めない感じですね。なんかそこまで集中力が出ない、小説読むほど集中力が出ないっていう感じで、なんかね思うのはいつもその優先順位というか、優先っていうか度合い的にもうこううわーってなってる時は小説とかそういう文字を理解するっていうの難しいんで、一瞬ですぐこう面白くなれるというか、理解脳みそ使わなくてもふっとこうそっちにこう頭がスイッチできるショート動画的なもの、本当に30秒以内で終わるそういうものとかのコンテンツ、一瞬でどうでもいいけどちょこっと楽しいみたいなのを見て気を紛らわすっていうことをやりますね。それでちょっとこうそっち側に気が紛らわせられたら、次は漫画を読んで、漫画もねこう絵が描かれているんでね、自分の想像力とかを使わずに結構一瞬でその世界に入れるので、漫画を読むとかねいう感じで、さらにもうちょっと落ち着いてきたら映画とかねアニメとかそういう映像のストーリーものを見ると。で漫画の方が私の方はね読みやすいんですよね。映像とかだとこの喋ってるテンポとかストーリーの流れのこう速さ、そのテンポを一応それに合わせなきゃなんで、なんていうかこう自分がこう一瞬で違うこと考えちゃったり、その先の内容をすぐ知りたいのにちょっと遅いなとか思ってイラッとしちゃったりとかして、集中できてたらその世界にねそういうのもないんですけども、何分こう自分の元がこうゆらゆらしてる時はねそういうのすら見れないんですよね。そういう時は結構漫画とかだとこうその時の自分の心のコンディションによってこう斜め読みする時の読みのスピードの速さとかねそういうのとかが結構調節できるので、漫画とかの方がねこう気分がうわーってなってる時はね気分転換になりますね。でさらにもうちょっと落ち着いたら小説とかを読むとね、やっぱりその内容に没頭できて、より特に面白いものとかだとねすごくこう読み終わった時だいぶこう自分の中身をねちょっとぐるんと回してくれるようないい小説とか読むとねそういう効果があったりしますよね。そんな感じでね、もう最近はねとりあえずショート動画をやたらと見てたっていう感じですね。ショート動画とかあとは YouTube の中でも、10分とかね、もしくはちょっとエンタメ色の強いこう面白いやつとかを、20分のやつとかをね見たりとかしてましたね。でちなみになんですけども、一昨日かな、ちょっとわーっと思って、もう漫画読もうと思って、よし漫画といえばキングダムまだ買ってないのがあったから
キングダム買いに行こうと思って、家の近くにあるね、小さめな本屋さんがあるんですけど、地元の。そこの本屋さんにバーって行ってね、キングダム、買ってきました。キングダムのね、75巻を買ってきました。キングダムって、もう確かね、77巻まで出てるんですけど、私74巻までしか買ってなかったんですよね。あの、それもね、買いに行くとき気づいたんですけど、私何巻まで持ってるんだろうと思って。だから、今年発売したやつを一冊も買ってないことに気がついたんですよね。今までキングダム、発売日とかに買ってたんですよ。すぐ読みたくて。だけど、やっぱ今年はね、なんていうか、こう、自分が目の前のことにとにかく頑張んなきゃみたいなのに、ちょっとこう、焦ってたんでしょうね。YouTube とかで気分転換して見る娯楽とかだったらいいんですけど、キングダムって結構こう、セリフが多かったりとか、コマも結構小さかったりとか、絵も細かかったりするんで、結構じっくり読むと時間かかるんですよね。だから結構時間かけてそっちに集中しちゃうから、なんかこう仕事の時間が減っちゃうみたいな変なあれがあって、そんなことしてちゃダメだみたいな戒めみたいのがどっかにあったんでしょうね。それでなんだかんだで、新しいの発売したなって思っても、なんだかんだで買ってなくて、さらに次の巻も発売したなって思っても、でもそんなの読んでる場合じゃないみたいな。そんなこと言っててもね、YouTube とかちょっとした本とか全然読んでるんで、ちょっとしたものもトータルで積み重ねてみたら、全然キングダム読んでても別に、だからといってその分仕事しなかったとかね、そこまでこう時間削って仕事をしてたわけじゃないんですけど、なんかね、3巻分買ってなかったっていう感じですね。だからこうまだ読んでないけれども、続きが気になったらすぐ買えるっていう状態にあるのが嬉しいっていう感じでもありますね。ちょっとお楽しみを今取っといてあるっていう感じですね。で、数日前に75巻買ってきて、75巻読んで、面白かったと思って、その続き気になるじゃないですか。その続きの76巻も77巻も買おうと思えばすぐ買えるっていうのがめっちゃ今贅沢だなと思って、読みたいと思った時にね、すぐにまた本屋に走ってやろうと思ってますね。だからまた数日中にちょっと、なんなら今日あたり読みたくなっちゃったら買おうかなって思ったりとかしてます。で、そのね、数日前にキングダムの75巻買ってきた時にね、本屋さんに行ったら、せっかくだから、もう買うもの決まってても、一通りぐるって見るじゃないですか。今、どんな本がこう流行ってんのかなとか、あとはその本屋でね、このディスプレイとか、こう何を推してるかとかね、ポップをどう飾ってるかとかね、そういう本屋さんのセンスって出ると思うので、だからそういうのもね、結構ね、チェックするのは楽しかったりとか、自分が知らない、こう、興味を持てる本に出会えたりするんですよね。だから本屋さんすごい好きなんですけども、そこでね、すごい、地元の超ちっちゃい本屋さんなんですけどね、そこでぐるっと見てね、ちょっと気になっちゃったのが、小説で、柚木あさこさんの、小説、文庫本ですね。でも、これ買っちゃったらまた、なんかいいのかななんて思いながら、こう、また本読んでる、場合じゃないでしょお前みたいなね、そういうのがあって、いや、だからちょっと気分転換しないと、どっちにしろなんかこう全然生産的なことできないから、逆に休んだ方が生産性高いって思って本屋に行ったくせに、ついそういうことを考えてしまって、あと今全然稼げてないのにお金をさらに使ってしまっていいのかっていう葛藤もあったんですけど、いやでもなんか今そういうのよりも、なんかこういいなって思える、気になるものに出会えることって、そんなに多いもんでもないから、ちょっと気になったら買った方がいいかもなって思って、ちょっと迷った末、柚木あさこさんの文庫本も買いました。短編集なんですけれども、ついでにジェントルマンっていう短編の2022年刊行だったかな。そんな刊行というか発行の短編の文庫本でしたね。
で、本屋さんでこういろいろ見る中でこうやっぱり自分がこう好きな作家さんのところはとりあえずパッ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 とこの作家さんこの作家さんっていう風にチェックをして、その中でも私の好きな作家さんの中のお一人の、柚木麻子さんのところをパッと見たら、この短編集でこう今までこう見たことないついでにジェントルマンっていうのが発売っていうかもう何年か前に発売されてるんですけどあったので、なんか面白そうだなと思って、でこういう気分転換したい時ってね、じっくり読むっていうよりこう短編集が欲しくなるんですよね。でその短編集の中でもこの小難しい内容よりもやっぱ日常生活の中でこう楽しく読める、このストーリー的にもこう日常生活のいろんな人が主人公になってて、そういうのがね結構こう自分が何かモヤモヤっとしてたのをねこうなんかこうちょっと何かしらのこうヒントになったりすることも多いし、あとなんかこう読んでて単純にね楽しいからっていうのもあるので、なんとなくそれが良さそうって思ってパッと買ってきましたね。で私も好きな作家さんめっちゃたくさんいるから、特にね本とかで好きな作家さん誰ですかって聞かれたら柚木麻子さんですっていう答えるわけじゃないんですね。こういっぱいいるから特別そのこう柚木麻子さんを選ぶっていうか、もうなんていうかね、作家さんの中で価値格の本を出されてる作家さんの一人っていう感じで、だからなんていうのかな、もうこの人が書くやつってもう面白いからみたいな、もう決めちゃってる感じですね。なんていうか外れがない、基本的には外れがない作家さんっていう感じの作家さんとして結構この方の書く本はすごく好きですね。でこの方もねもう40代で私よりも年下ではあるかとは思うんですけれども、やっぱね私も若い頃にこの方を知って、若い頃っつってもアラサーぐらいかな、だからこの方もう30わかんない、ちょっとデビューも普通に若い頃デビューされたんだと思うんですけども、その昔この柚木麻子さんの本を初めて読んで、すごい面白いなと思って、すごい新しい作家さんが出てきた、この人はすごいぞって思った記憶はありますね。だからその時は私よりも年下の方で、なんて言うんだろう、その時のその時代の新しい新進気鋭の作家さんというか、今の時代っぽい作家さんが出てきたなみたいな、そういうこう感じがありましたけども、もうこの柚木さんももう40代になってるのかって思うのにちょっと感慨を覚えたりとかしましたね。私ももう48歳なので、当たり前ですけどもこう一緒に平行移動するように年を取るっていうのはね、なんとなくちょっと嬉しい気がしますね。もうだからたくさんのヒット作品を生み出してますし、いろいろありすぎてあれですけど、やっぱり有名で私も好きなのはアッコちゃんシリーズとかね、ランチのアッコちゃんとかね、あれとかめっちゃ読みやすいですよね。個人的にはね私もそこそこ若い時に読んだ伊藤くん A to E とかね、そういうのもすごい面白いなとか、それ以外にもめっちゃいろいろあるんですけども、とにかくそういう有名な作家さんで、しかも価値格、私にとっては価値確定のつまり外れがない本を書いてくださる作家さんなので、特にねこういうちょっと私気分がもやってした時にちょっと柚木麻子さんの短編集でも読んで気分転換しようかなっていうのがあったりとかしましたね。すごいちなみになんですけども、私が気分転換したい時に読む作家さんとしては柚木麻子さんの他に山本浩一さんとかもね、特に短編集とかね気持ちがもやっとした時とか、なんか明るくなれる短編集とかをね書いて、短編集じゃなくても結構明るくなれる内容の書いてくださる方なんですけど、山本浩一さんとかも好きですね。なんだろう、またちょっと関係なく本の話になってしまいました。
でなんかまあね、この柚木麻子さんの今回買ってきた本とかもね、まだ全然読んでる途中ではあるんですけども、でちょっと話は戻るんですけども、ちょっとここ最近私のテンションが低くてですね、なんかもうもうどうしようとか思いつつ、あとなんかもう頑張れないし、多分頑張ってもなんかちょっと空回りしてる感がちょっと最近あるなと思って、一回こう勇気を出してちょっとこう立ち止まり期間、お休み期間を作ろうかなとか思ったりとかしましたね。でそこでちょっと今朝考えたんですけれども、あのまあここ1年ね、キングダムずっと買ってなかったとかそういうのもあって、本を結構読んでなかったなって思うんですよ。なんだろう、学ぶための本っていうよりも、まあ娯楽のためとして読むっていう感じで全然いいんですけれども、ちょっと私本をもうちょっと読んだ方がいいんじゃないかなとか思って、こう目の前のやること、お金をとにかく稼がなきゃっていうね、こう生活費ぐらいはどうにか収入を得なきゃみたいなね、そういうちょっと気負いみたいのがあって、なんかこう私がこうやること全ての生産性がこうしょぼくなってる気がしてきたんですよね。なんかしょぼくなってきてるっていうか、なんていうか、要は私自身がちょっとへっぽこっていうか、深みがないというか、なんかダメダメな感じになってきて、とりあえずなんかこうそれでもう収入がもう全然こうダメダメになったとしても、なんかこのままこう空回りしてもどっちにしろダメダメになる気がするんで、一回ちょっとこう立ち止まって、またこうお休み期間っていうかなんかこう思ったんですよね。でお金もちょっと今使っちゃうのが怖いっていうフェーズに入ってるんですよ、私。やっぱ稼げてないので。でもちょっとこの先1年間くらい本読もうかなって今日の午前中に思いました。気分転換とか、あとは私の頭がこう衰えてる、脳みそが衰えてる、言語やも衰えてる、語彙もなくなってきた、ショート動画とかばっか見てるし、やっぱりなんかそういう自分に危機感を感じて、まあ、このままね、こう単純にこの生物としての老化も相まって自分の脳がどんどんダメになって、あのこう体力的とかそういう健康上の問題もそうですけど、私がこの先あと50年とか長生きするとしたら、その間ね、こう脳が衰えすぎちゃうと、こう楽しいものを楽しいと思えるその力とかもね、脳での力もなくなると思うんで、それはちょっとなっていうのもあって、まあいろいろ考えて、ちょっと本が足りないかもっていうふうに思って、本を買おうかなっていう気がしました。でなんとなく1ヶ月5,000円まで本を買ってよしっていうルールで1年間考えてみたらどうだろうって思ったんですよね。でもちろん図書館とかをねうまく使って、全部ね新しい本をね本屋さんで買わなくてもいいんですけれども、でもねやっぱり本屋さんにある本はねちょっとね、やっぱ今の本もいっぱいあるし、あと図書館だとねやっぱり限られちゃうんですよね。この出会いのあれが限られちゃうんですよね。でやっぱりこう本屋っていうのはいいなっていうのをすごく感じているので、なんかね月に5,000円くらい本この先1年間買うような生活しちゃおうかなみたいな。まあお金を使っちゃうっていうのもあるし、1ヶ月5,000円分本買って本読んだらそこそこ時間はかけちゃうから、その分仕事というか収入になるようなアクションが減ってしまうんじゃないかっていう不安もあるんですけど、でもなんかもうちょっとね、どっちにしろなんかもうちょっとどん詰まりっていうかちょっとダメだわと思って、ねって思ったりとかしました。でなんか1ヶ月最初1万円くらいかなと思ったんですけど、いやでも1万円読むっていうか、もしこう読むのがだんだんこう勢いづいてきちゃって、どんどん本読みたくなって結果的に1万円になったんだったらそれはそれでいいかもしれないですけど、まあ金額的なバランスと、まあこうねこう自分が読みたいなって思う本に出会える
あれとかそういうのもあるので、意外と5,000円くらいがちょうどいいかなって思ったんですよね。例えばこうイメージして本屋さんとかに行って、なんかこれいいなって思ったのが、ハードカバーの本とかだったらだいたい1,500円から2,000円くらいかかるじゃないですか。その内容とかによっては2,500円とかかかっちゃったりするかもしれないけど、まあイメージとして1,600円とか1,800円で買えるのが多いイメージなんで、例えばハードカバーを1冊1,800円で買って、文庫になってる本とかを、そうだな、文庫だとまあだいたい600円700円だと考えて、700円の文庫を3冊買って、3,4,21で2,100円でしょ。それでハードカバー1,800円、文庫本3冊で3,900円か。そしたら1,100円残るから、そしたらまあそうだな、新書とかってだいたい1,000円くらいですよね。で買えるのが多いと思うので、新書を買って、それで4,900円ですよね。1,000円だったとして。だから、まあ、5,000円あればハードカバー1冊、文庫3冊、新書1冊買えるんで、結構ちょうどいいんじゃないかななんて思ったりとかしましたね。まあお金ないから不安っていうのもありますけれども、まあ、稼げなくなってきちゃって、また貯金切り崩しにこのフェーズだと入っちゃうかもなっていうのはあるんですけども、まあただね、気分転換とかいろいろしないと、どっちにしろもうエンジンが回らない気もするのでなんかね、この何かを生産する私、その生産機である私自身がちょっとダメなへっぽこな状態になったら本末転倒なんで、まあ、そういう意味でも自分を楽しませたりとか、まあ、あとはまあいろいろね、言葉とか知識とかがちょっともう今ダメダメになっている部分もあるので、そういうのをインストールするっていう意味でもね、時代をインストールするっていう意味でも本読んだ方がいいかなって思ったりしましたね。で1ヶ月5,000円で12ヶ月でしょ。で 5,000×12 で6万円か。で6万円、1年間で6万円、まあなんだろう、一気に6万円払うってなるとちょっと高いなって思うけど、1年間で6万円だったら、ちょっとした国内旅行とか行ったらもう全然6万円とかそれ以上かかりますよね。まあ多分8万円くらいはかかるイメージなので、まあ一回旅に行くのと同じかそれより安いくらいの金額なので、まあ、そう考えると高くないかなっていう気がしてきましたね。なんか昔からね、旅をするのと本を読むのは似てるなって思ってるっていうのがあるんですね。なんか特にね、海外旅行とかでバックパッカー旅行とかして、ノープランで知らないと海外とか歩いて、特にマイナーとか歩いて、マイナーなとことか歩いて、ちょっとわーとかビビったりとか、ドキドキしたりとか、大丈夫かなとか心配したりとか、なんかなんだこれって思ったりとか、なんかそういういろんな経験とか、あと同じ旅行者同士の知らん国の人に会ったりとか、そういう体験とかがなんか本を読むのと似てるなって思ったりとかすることってあるんですよね。まあ同時に一つの人生を圧縮したような出来事がほんの短い期間で起こるなとも思うんですけども、まあ、だから本を読むっていうことは旅にも似ていて、まあひいては人生にも似てるなっていう風な感覚があるので、結構本を読むっていうのはね、まあそんな悪くないというか、とてもなんかそういうのと同等のって同等じゃないんだけどね、もうなんていうか、もうねじれの位置にあるというかね、ちょっと比較対象じゃないんで、そうじゃないんですけども、まあとにかく本読んだ方がいいかなってなんとなく思ったって、ちょっと何言ってんのか分かんなくなっちゃったんですけど、思ったっていう感じですね。あと6万円は大きいけど、でも1ヶ月5冊を買ったら5冊かける12ヶ月でしょ。だから60冊ってことじゃないですか。だからまあ6万円かかっちゃったけど、60冊、ちょっとスペースという財産は失いますが60冊
こう残る。そしてまた何か気づきがあったものとか面白かったものを読み返したりできるっていうのと、あと単純に面白い物語とかね、そういうものに出会えるのってすごい価値があるので、めっちゃこの小説面白いんだがみたいなね、なんかそういう感じでなんていうのかな、お金を払うっていう意味では本はね、費用対効果はだいぶ高いものだと思いますので、そうそうでね、もう一回読んでいらないなって思ったのはね、また図書館に寄付するとか、それがね人気があるやつだったら図書館もね普通に図書館に置いてくれると思うので、もしくは知り合いがいたら、知り合いいないんですけど、周りに一人も誰か欲しい人がいたらあげれるし、なんか売っちゃうのは逆にそういうのは違うなっていう気がするので、なんか本はねそういう感じで読みたい人が読むのが一番コスパがいい気がするのでね、誰かに譲ったりとか図書館に寄贈したりとかできたらいいなとか思うんですけど、そんな先のことはどうでもいいかそうとにかく本でも読もうかなって思ったっていう話ですね。なんだろう、なんか何が話したかったんですか、なんで本の話になっちゃったのかちょっとあれですけど、そうだ、ここ最近の話で言うと、そうだ、先週ですね、先週か税務署に行ってきましたよ。ちょっと前の動画で言ってましたけど、来年青色申告をする上で、初めての青色申告なんですけど、会計ソフトでの帳簿付けが本当にこれで合ってんのかどうかが正解がわからないので、ちょっと聞いてきたいってことでね、税務署に電話したら、ちょっと一回見ていただけるっていうことになったので、税務署に行ってきました。で、思ってたのよりもサクッとしたあれだったんで、すごくじっくり教えていただくっていうのとは違って、これってこうですかっていう風なをイエスノーで答えていただく、それが何個かではい終わりみたいな感じでしたね。で、本当はね、その会計ソフトを開いて、そのあれでちょっとこれってこれで合ってますかみたいな感じで教えていただきたかったんですけど、なんかね、Wi-Fi のねやつ持ってたんですけど、なんかその電源を使わせてもらえないっていうことだったので、なんかね、電話で聞いた時はねいいですよって言われたんだけど、なんかいざ持ってってみたらダメって言われちゃったんで、結局会計ソフト開いて教えてもらうことできなかったんですよね。ただね、万が一そういうこともありえるだろうって思ったんで、会計ソフトのね画面をスクショしたのをね何個かも保存しといたのでね、そのスクショの画面とか、こういう時はこういう理由でこう入れたんですけど問題ないですかとかね、あとはこの計算上こういうのでいいですかとかね、そういう一般的なことを聞いて、イエスノークイズを出してそれを教わっただけっていう感じでしたね。だからね、そんなにすごくたくさん教えていただいたわけじゃなくて、自分の質問に対していくつか答えていただいただけで終わったんですけれども、ただね、それにその準備とかも含めて、ちょっとずつですけど、なんとなく自分、もちろんね、もともと自分でできるっていうかね、やろうっていうつもりでやってたんですけども、いろいろね、ちょっとした疑問をクリアにしていく中で、なんかできそうな気がしてきましたね。なんかそれで実際確定申告来年になってねやってみて、自分でね、なんかこれでいいのかなって新たな疑問が湧いた時は、またちょっとその時にねどっかに聞いて調べるとかでいけるような気がなんとなくしてきましたそうそうね、私もねすごくその帳簿がすごい複雑じゃなくて、逆に多分一番シンプルな人っていうぐらいシンプルな内容だと思うので、そこは良かったかなって思いますね。できたら来年とかはね、この収入の方法
が複数になるといいなと思ってるんですけど、なかなかこう難しいなっていう、複数どころかこの一つのことでも今稼げなくなってきちゃったんで、どうにかしてね、私も生活するためにどうにか一人で稼げるように頑張っていきたいなとは思ってるんですけど、でもとりあえず今は本でも読んでちょっと小休止しようかなっていうふうに思ったりしてますね。で、その先週聞きに行ったのとはまた別に、たまたまね、税務署全体で多分私みたいに今年初めてこの個人事業主の届け出を出した人とかに対してちょっとしたこの青色申告、来年の青色申告のための講習がありますよみたいのがあったんですよね。先月11月の末ぐらいだったかな。でそれにちょっと顔を出してっていうか、もちろん当然行って、それでちょっと簡単なね講習を受けたんですけども、ただね、それは一般的に青色申告とはみたいなね、別に一人一人のね何かに対して教えてくれるっていうものではなかったので、一般的にはこういうものですみたいなね、お勉強的なものでしたね。だからそんなことは分かってるわいみたいなね部分もあったりはしたんですけど、ただそういうの聞くのは大事なので、2時間くらいだったかな、それを聞いてきました。なんかどこの税務署でもねそういうのを開催してるみたいですね。で行く前にね、絶対に2時間とか座りっぱなしでただ聞いてるだけとかね、もう眠くなったりとか辛くなってくるのは確実だったので、コーヒー持ってこうと思って、自分でねコーヒーを朝出かける前にコーヒーを入れて水筒にね、私ちっちゃめなねコーヒー用の水筒っていうのをね、もうこれにはコーヒーしか入れないって決めてる水筒をね、もう何年も前に買ったやつなんですけど思ってるんで、それにコーヒーを入れて持ってったんですけれども、やっぱりねコーヒーがあるとね全然違うなって思いました。やっぱコーヒー役に立つわーって思いましたね。やば、集中力欠けてきたとか、ちょっと眠くなりそうみたいな時にね、ちょこちょこコーヒーを飲むと、やっぱりちょっとね眠気が吹き飛んだりとか集中力が増したりとかしたんで、やっぱコーヒー便利だわーって思いましたね。で昔ね、私がすごいコーヒー飲んでって毎日何杯も飲んでた時期があるんですけども、その時はねやっぱりカフェインに耐性がついちゃってるせいか、全然そのシャキッとする、シャキッとはするんですけども、その差がねやっぱね今あんま飲みすぎないようにしてるんで、週に3回とか、毎日飲んじゃったとしても絶対に1日1杯以上は飲まないっていう風に決めてるんで、やっぱりねその効きが違うなって思いましたね。昔はねコーヒー飲みすぎてたから、寝る前とかにコーヒー飲んでも余裕で寝れてたし、なんだったらすごいコーヒーとかのね一時期この週末だけにねコーヒー関係の学校みたいのスクールみたいのに通ってた時があって、そこで焙煎とかもね一通り全部教えてくれるんですよね。エスプレッソマシンの作り方とかね、そういうのも全部教わって、技術もとかも全部教わるあれがあったんですけども、そういう時とかはね自分自身でもコーヒーと書かれている本は全て読み漁って、あとは毎日時間がある限りこのカッピングっていうのを家でしてたりとかしたんですよね。そのコーヒー豆の味とかそういうのを舌で取るカッピング用のスプーンでスッと吸って利き酒みたいなやつです。日本酒の利き酒みたいなやつ、この味を舌で取る練習とかをね結構してたりとか、あとはこういう入れ方をするとこういうのが抽出がこうなってとかね、その抽出の練習をしつつその味がどうしてこうなったのかとか、この引き方、粒度の細かさと温度がどれくらいでとか、あとはドリップする時のこの時間とかね、そういうのとかを全部メモにつけていろいろやったりとかしてたんですよね。その時カッピングだからなるべくね飲まないようにはしてたんですけど、ついついね
飲み込んじゃってたりとかしてたんで、結構夜なのにコーヒーを大量に摂取してしまうみたいなのが結構あったんですよね。ついつい飲んじゃってね。でもやっぱ毎日もう普通に仕事もしてて疲れてるから、しかもジムで運動とかも定期的にしなきゃとかね、そういうのもあって、だから寝不足だったりもするし、体も疲れてるし、仕事関連のちょっと勉強とかもちょっと個人的にね、ちょっと少しはしなきゃっていうのもあったんで、しなくてもいいんだけど、ちょっとしないと自分の知識レベルがちょっと納得いかない部分があったので、なんかちょっとそれでね、なんか忙しくてちょっと寝不足だなって思ってた時もあるんですけど、コーヒーを飲みながらカッピングしながら寝落ちとかしてたんで、その頃はね、コーヒー飲みすぎてカフェイン耐性がつきすぎて、全然こうなんて言うんだろう、コーヒー飲んでシャキッとするっていうのがね、もうあんまり効かなくなってたなっていうふうに思いますね。それに対して今はやっぱりたまに飲むと、たまにっていうかもうせいぜい1日1杯までっていう風に制限をすると、やっぱこういうなんかの講習とかに眠くなりそうな時にコーヒーを持っていくと効き目がバッチリで、めっちゃいいねって思いました。でコーヒーね、カフェインの含有量はね、深入りの豆より浅入りの豆の方がカフェインの含有量が多いので、自分が今家にある豆の中で一番浅入りのを持って朝入れてね持ってったりしました。なのでね、皆さんもね、もしちょっと眠気覚ましにコーヒーを持ってきたいなっていう時は、どれにしようかな、どっちでもいいけどどうしようかなっていう時は、ちょっとね浅入りのコーヒーを持っていくとカフェイン含有量が多いのでね、いいんじゃないかなって思ったりしましたね。で水筒とかでね持っていくとね、こう匂いとかもね漏れないんでね、こうパカッと開けてすぐ一瞬で飲んでまたパカッて閉めちゃうので、匂いとかも漏れないので、そういう意味でも結構気にならなくてよかったなーなんて思ったりとかしました。なんだろう、コーヒーの話になっちゃった。なんか税務署に行ったっていう話からそんなことを最近はしてたよっていう感じですかね。なんかね、本当にこう気持ちがモヤモヤしちゃって、今日もまだモヤモヤしてるんですけど、もう本当にふて寝したいぐらいです、このまま。ね、なんかそんな感じで2025年のね最後の方はモヤモヤした状態に陥って、今年も終わっていくのかなっていう感じでそんな感じでですね、今日ちょっと寝坊しちゃいましたね。昨日寝る前もモヤモヤして、ついこうショート内容がないショート動画とかをね永遠に見続けて2時過ぎぐらいに寝たんで、今日朝起きるのが遅くなっちゃって、そんなこうダメダメなダメダメな生活を最近ここ数日送っておりますっていうことでございました。何の報告だって感じなんですけど、そんな感じでね、みんないろいろあると思いますのでそういう時もあるよねっていう感じで、チョコレートでも買って気分転換しようかなって思いますというわけで、それではまた。